はーい、皆さんごきげんよう。今回はバレンタインということで、楽しくお菓子を作っていきましょう。今日はオランジェットとポップでキュートなアメリカンマフィンを作ります。すでにお部屋はチョコでいい香り。いつも一かけしか食べないので、初めてパーティー明けをしましたね。今回はフードプロセッサーで砕きたいので、チョコレートはあらかじめちょっと冷蔵庫で冷やしておきました。ほわー、いい香り。もうちょっとやろうかな。お菓子作り楽しいですよね。楽しい音楽をかけて作ってくださいね。ちょっと著作権的に動画には入れられないんですけど、Qインディビっていうグループの曲を聴いてます。ウェディングソングみたいな雰囲気で、透明感があってハッピー度が高いんですよね。皆さんも自分の可愛い気持ち、感性を大切にしてくださいね。バレンタイン楽しいですよね。私高校生の時女子校だったんですけど、もうほんと大お菓子交換会みたいなのがなっちゃってて、机の上には交換してもらった大量のお菓子が乗ってて、その教室が甘い香りに包まれてて、そのまま授業を受けるみたいな、すごいいい思い出です。あとは妹とかお母さんとか家族でお菓子を作るのも楽しいですね。失敗してもすごいなんか楽しいんですよ。ここ1年もいろいろお菓子を作った気がします。パンプキンのバスクチーズケーキとか、ウィークエンドシトロンケーキとか、余った卵白でラングドシャとか、ちょっと元気がなくなってきたバナナでバナナケーキとかも作ったりしましたね。3ヶ月に1回ぐらいのペースだと楽しく作れますね。なんかこう休憩というか、趣味というか、癒しとしていい時間ですよね。チョコレートって静電気あったりします？さっきから頑張って集めてるのに、シリコンのヘラに反発して
なんか違う方向に粉が舞い上がってる、チョコレートが舞い上がってるんですけど、マフィンの生地に入れるチョコレートをちょっと取っておきましょう。いよいよ湯煎をしていきます。実はチョコ作り初めてなんですよね。お恥ずかしながらチョコ作りのこと退屈だと思ってたんですよ。形を変えるだけだなと思ってて。でも今回は普通にピールを作ったんで、オレンジピールというか、柚子で作ったんですけど、柚子のオレンジピールを作ったので、それでオランジェットを作りたくって、仕方なくというか、そういう経緯でチョコ作り調べたんですよ。それでテンパリングっていう工程に気づきまして、ただ溶かすだけじゃないっぽいってことに気づいて、ちょっとやる気が起きたんですよね。なんか結晶化させる、なんかいい感じに結晶化させる必要があって、その手順を守らないとなんか溶けやすかったりまだら模様になったり、いい感じでやらないと美味しくなくなっちゃうし、光沢が高級なチョコで、高級なお店のチョコにあるようなツヤが出なくなるらしくって、とりあえずまず50度を目指して頑張って溶かしてます。50度にした後27度ぐらいに下げて、また30度に上げてから固めると綺麗に仕上がる、この工程がテンパリングっていうみたいなんですね。その工程によってチョコの仕上がりがどうなるか、めっちゃ面白い実験をされている動画とかあったので、ぜひ見てみてください。一昨年ぐらいからアフタヌーンティーにめっちゃハマってるんですよね。無限に店内のいろんなお茶が飲めます。滋賀だとスプーンっていうお店が一番お気に入りですね。アフタヌーンティーっていうコースとかはないんですけど、ランチセットに全部入れたてのお茶の飲み放題がついてくるんですよ。それで可愛いお姉さんが毎回違う味の入れたての紅茶を持ってきてくれるんですよね。何杯ぐらい飲むかな、なんか結局2時間ぐらい座って8杯ぐらい飲んでるかな。チョコレートが溶けていく様子、なんか幸せですね。スプーンは本当幸せな人が集まってていいんですよね。カップルも多いですけど、女の子たちも女子会してる感じで、お誕生日に使う人も多いんですよね。なんかお誕生日、カジュアルなお誕生日っていう感じですごい楽しいですね。雰囲気がいいですね。あとは京都だとサロンド神林っていうところに前行って、本当良かったです。ディズニーランドかってぐらい良かったです。創業450年の京都宇治の老舗らしいですね。日本庭園がとにかく素敵なんですよ。敷地内は広くって別世界って感じで、ほんと京都のディズニーランドですね。
結婚式でも人気の場所みたいです。なのでちょっと貸し切りの日があったりするんですけど、いやこちらも好きなだけお茶を注文できた気がします。超癒されるので行ってみてください。でも今日はお家でアフタヌーンティーをやってみます。やっと50度になりました。次にお水で27度に下げます。この冷やす工程で実はさっき氷を使っちゃってなんか普通に固まりだしたんですよね。それで多分水道水で普通にゆっくり下げるのが正解かなって気がしました。なんか冷やす工程のイラストというかなんかイメージ図で氷を使ってるイメージなかったですか？だから氷使ったんですけどちょっと違うかもです。でもなんとチョコレートをまた50度に温めるところからやり直せば大丈夫で、大変ですけどチョコレート作りはやり直せるところが良いですね。そういえば知的障害者さんにチョコレートを作ってもらう事業の話を聞きました。そういう温度管理がチョコレートは厳しい一方で、なんかやることが定量的で明確なところが知的障害者に分かりやすい、理解しやすいらしくって、それで失敗しちゃってもやり直せるところが自信につながるらしくって、チョコレートは高く売れるので普通の知的障害者さんの事業の給与よりも5倍くらいにできるらしいです。いいかな。27度になりました。次にまた30度に上げます。チョコを温めてる間にチョコと絡めて固めたいオレンジピールの準備をしていきましょう。じゃーん、バンペイユのピールです。先日お友達の社長さんにいただいたバンペイユをピールにしておきました。いい感じに平らにします。ここでもう一度チョコの温度を見てみましょう。これ何分ぐらいかけて溶かすのが正解なんですかね。そういうところがちょっとレシピサイトとかプロの人の YouTube 見ても時間が早飛ばしされてて分かんなかったんですよね。チョコ3枚でなんだかんだ1時間以上こねくり回してるんですけど、めちゃめちゃ大変でした。ちょっとしばらくはもうやらないかなっていう気がします。いい感じですね。溶かしたチョコレートをジップロックに入れて、ジップロックに小さな穴を開けて、今回はロッテのサシャっていうチョコレートみたいにシャ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 って斜めに網掛けのチョコレートをかけて固めたいと思います。歯ごたえがサシャみたいにパリパリするといいなと思って。
おや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 、なんかジップロック変なところから穴が開いてしまいました。いい感じに細くできてたのに。いやでもこれちょっと後戻りできないんでわ壊れてる後戻りできないんで、ちょっともうドゥードゥーになりながら頑張ってやります。これなんかギューって絞るよりこの重力に任せて、もう大変なことになってる重力に任せて垂らすのが正解でしたね。太さが全然違うけど、まあ一旦そんな感じで。いいです、諦めてチョコパックということにします。丁寧に頑張って綺麗に作ってたのに辛すぎんか。チョコレート作り結構辛い。デュエーゾンビになりました。はい、一旦これで完成ってことで、気を取り直してアメリカンなマフィンを作っていきましょう。こっちは簡単です。材料をボウルに入れていって混ぜて焼くだけです。いきましょう。バターを先に測ってレンチンをすると洗い物も少なくてグッドです。はーい、バターを温めてきましたなんか 0.8g も減ってるんですけどチンしただけなのに増えていく。はい、次はベーキングパウダーを入れます。今回はもっちもちのマフィンにしたくって 100% 上新粉、小麦粉じゃなくって米粉を使います。ふるいながら測ると洗い物が少なくて楽ちんです。パフパフパフ。トン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 。はい、きれい。トン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 。おお、ちょっと 100g 超えてきた。まあなんか大体で多分大丈夫です。ここにお砂糖を投入します。お砂糖はレシピ通り絶対に減らさないでください。ガンガンいきましょう。牛乳を入れます。なんかあんまり測ってないんですけど、そんな感じでいきます。次にブランデーを入れます。今回初めて使うんですけど、なんかいい感じに入れちゃいます。なんかスプーン3杯って書いてあったんですけど、そんな感じでいいかなと思います。大人な味に仕上がるといいな。先ほどのクラッシュしたチョコレートも入れます。
最後に卵を1つ。あとはかき混ぜるだけ。とはいえね、行ってみたいお店もめっちゃ溜まってるんですよね。良いお店紹介してもらったら Google マップにピンを立ててます。立てたピンを全部公開する動画とか作りたいな。最近だともう海外にもピンとかも結構立ててて、なんか動画映えしないですけど、チャンネルちょっと人気のチャンネルになったらそういう企画もやってみたいですね。積んどくとか積みプラモみたいな感じで、積み旅行スポットみたいな、一生に一度は行く予定のスポットみたいな。こんな感じかな。まあまあしっかりめに混ぜました。実はカップケーキも初めてかもしれないです。今日はなんか100均のこの型を使います。紙製のやつ。なんか普通に紙製のカップが欲しいって思って買いに行ったらいっぱい種類があって、それでその100均の現場で気づいちゃったんです。なんかふにゃんふにゃんの紙のやつを買ったら金属の型が必要。金属型、丸い金属型の中に紙のやつを入れるみたいな知らなくて危なかったです。これはたくさん入ってるのにちゃんと型がいらなくって、これだけで直接焼けるみたいです。お間違いなく。わかんないですけど、意外とちっちゃいな。どうやって流し込もっかな。なんかとりあえずスプーンでやってみます。私 Google マップにめっちゃ夢を貯めてるんですよね。最近だと流氷ウォークっていうのを知って、なんか北海道かどっかにあるんですけど、ウェットスーツかなんかを着て流氷の上を歩いたりなんか遊べるアクティビティがあるみたいです。あとはイギリスにある時計の博物館とか行かないといけませんね。あとはシベリア鉄道とか行きたくって、めっちゃこう旅行記とか行った人のブログとか読んでたんですけど、まあコロナどころか最近ウクライナともなんか情勢が悪くなってきてるので、もしかして一生でも行けないかもしれないか、行けても半世紀先とかになっちゃったらどうしようみたいなねえって感じなんですけど、あとはグランドキャニオンとかナイアガラの滝とか地球を楽しみたいんですよね。あとはランドクルーザーで遊びたいんですよ。オフロードのサーキット、デコボコの荒野を走ってみたいんですよね。石川にある千里浜渚ドライブウェイはめっちゃ良かったですよ。なんか道路が砂浜なんですよ。もちろん隣に海もあって、車でジャバーンってちょっと走りながら車で波で遊んだりもできます。いや本当おすすめですね。そんな感じで皆さんも Google マップにピンを打ってオリジナルの行きたいところをマップとか作ってみてください。夢は言語化されてた方がいいですよ。具体的に決めないといつまで経っても叶わないですし、こうやってこんな感じでみんなに伝えておくとさらに叶いやすいらしいです。
言語化するといつやるのみたいな話に自分の中でなってきて、それで少しずつ始めていかないと一生やりきれないことに気づくと思います。いやもう本当、さっきのシベリア鉄道の旅行の件とかもですけど、なんか全てのことは今しかできないんだなって本当思いますよね。コロナで遊びに行けなくなっちゃったスポットいっぱいありますし、すっごい小さいことなんですけど、カラオケとかも喉痛くない時にしかできないんですよ。なんか喉痛い時に限ってカラオケしたくなっちゃったりするんですけど、あとは歯医者とかも歯医者さんがやっている時間でお仕事に都合がついて、唇が荒れてない時にしか行けないじゃないですか。唇が荒れてない時にも行った方がいいレベルでやばい人はいるかもしれないですけど、なんか荒れてたら行きたくなくなるじゃないですか。そんな感じで本当、なんか全てのことは今しかできないっていう前提で行動を選択していかないといけないなって思います。そんなこと言われてもコロナで全然なんか旅行とかには行けないんですけどね。とはいえチャンスだと言わんばかりに私は引きこもってますよ。引きこもりチャンスというか、合法にお家にいていいチャンスというか、なんか服を直したり美容をやったり本を読んだり、なんか作品を作ったり、筋トレはしたくないんでダンス覚えることにしてるんですけど、そんな感じで、逆にコロナ禍じゃなかったらやらなかったかもしれないことあると思うんですよ。そんなわけでコロナ禍オリジナルなことを始めてみるのもいいんじゃないですかね。そういえば思い出したんですけど、アフタヌーンティーとっておきのアフタヌーンティースポットがありました。迎賓館でアフタヌーンティーできるらしいですね。ちょっとこれは行かないといけませんね。外からしか見たことないんですけど、海外の王様とか大統領、首相をおもてなしするための宮殿級に立派な建物です。こんなところでアフタヌーンティーできるのすごくないですか？それでは焼いていきましょう。レッツゴー。焼き上がりました。いい感じなんじゃないかしら。できてるか確かめていきます。いや、大丈夫そうですね。ちょっと見てください。これできてますよね。いいですよね。見えないかな見てください。できてますよね。大丈夫ですよね。チョコが伸びてるけど、できてることにしましょう。いい感じです。はい、お待ちかね。デコタイム。今日はね、もうアメリカンでヘビーなマフィン、コストコのケーキがお手本です。もうとことんボディーブローを効かすマフィンに仕上げたくって、コストコのケーキチーズが入ってたんですよね。なのでこれはチーズを今クリームチーズをこねてます。生クリームの代わりにクリームチーズを甘くしてホイップみたいに絞ります。半分は白のまま使うんですけど、もう半分はちょっとピンクにしてみたいと思います。初めての食紅。
このクリームはクリームチーズと無塩バターと粉砂糖を混ぜて作ります。結構簡単ですよね。お、ふうふう、いいぞ。めちゃめちゃにピンク。かわいい。いい感じ、いい感じ。まだ優しい色ですけどね。でもいい感じじゃないですか。クリームチーズのホイップ、マグカップ1個の分量から作れてめっちゃ便利じゃないですか。生クリームだとこの分量じゃ作れないですよね。はい、無着色の方を絞ってみました。見てください、岩手県産一目惚れ。米袋で絞れたんですけど、ウケる。ピンクはちゃんとしてる方のです2色分も絞りがなかったんですよね。いよいよアラザンを振りかけます。ちなみに一番奥のプレーンのやつも用意しました。クリームを乗っけちゃうと次温められないので、メルティーなチョコを熱々でもう食べたいなと思って、熱々で食べる用のマフィンも用意しておきます。はい、もうかわいい。もうかわいいです。なんかお邪魔女ドレミちゃんみたいなカラーですね。ここにハートも乗っけちゃいます。ピンクのクリームのマフィンは思いっきり姫にしちゃいます。
完成。かわいい。今日はケーキスタンドも用意しちゃいました。はーい、アフタヌーンティーへようこそ。それではいただきます。あちあちです。どうでしょうか。ふわふわしてるのが伝わってますかね。ふわふわもちもち。美味しい。リピ決定ですね。また作りたいと思います。これは上品に食べるんじゃなくてかぶりついた方が美味しいやつですね。皆さんマフィンはかぶりついてください。実はこれが今日の夜ご飯なんですよね。でも一応3食栄養バランスを気にしてて、小学校で習う緑の食品と黄色の食品と赤の食品みたいなやつなんですけど、マフィンは黄色の食品なので、あとちょっとタンパク質と野菜が欲しいじゃないですか。アフタヌーンティーもしょっぱいなんかお口直しが出てくるので、そんなイメージで馬刺しとですね、レタスのサラダを用意しました。めちゃめちゃな付け合わせですが、こういう日もたまにはいいと思ってます。レタスはバルサミコ酢じゃないな、ビネガーか、ワインビネガーとオリーブオイル、チーズをかけて、馬刺しはふるさと納税のお品です。楽しかった。次回は英国カフェに行きますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。